はい、動画をご覧いただいた方からフォアハンドやバックハンドの基本的な体の使い方で体の軸で回る部分についてはなんとなく理解したけれども、この最後打点のところで止めて遠心力で最後回す、遠心力でラケットが回っていくという感覚がつかめないというご質問をいただきました。そして私も何かその感覚がつかめるようなお伝えの仕方ができないかと考えていたのですが、先日ふとした瞬間に日常でそのような動作にあるのに気づきました。皆さんはないとは思うのですが、トイレに行って手を洗い、ハンカチがなく、トイレに紙や風で水を流すものもないとき、どうしますでしょうか。その時おそらく手についた水を振り落とされると思います。その時の力の感覚がラケットで最後打点のところで遠心力を生む感覚に非常に似ているのに気づきました。手についた水を振り落とす時に手首の力でこのように振る方はいらっしゃらないと思います。そのような振り方では手についた水は振り落とすことができません。おそらく肘から腕全体を使って手首が最も加速するようにこのように振られると思います。手首から使って一番最後振る時に少し腕を止めて最後手首が最も水を振り落とすように加速されると思います。この動きが打点のところでラケットヘッドを加速していく動きに非常によく似ています。この動きをラケットを持って少しやってみましょう。ラケットを持って手に水がついているつもりでやってください。ただグリップはラケットが落ちない程度にふんわり持ちます。その状態で手についた水を落とすつもりでやってみましょう。このような動きになると思います。このような動きです。はい。で、この状態だと上から下に向かって力が働くので、これを水を前に飛ばすようにやってみてください。ラケットを持って手についた水を前の方向に払うようにしてみましょう。こうですね、はたくような感じ、手についた水を振り落とすような感じでやってみてください。そうするとこのような動きになるのがわかると思います。もしラケットを持ってしまうと感覚がわからなくなる方は、ラケットを持つ動作と持たずに手で水を振り落とす動作、これを交互にやってみましょう。このようにラケットを持って行う動作とラケットを持たずに水を払い落とす動作、これを交互にやることによって徐々に感覚が近づいていくと思います。はい、このような形ですね。はい、このような形です。そして慣れてきたらこの動きだけを意識しながらボールを打ってみてください。ボールに無理に当てようとすると手首に力が入ってしまうので当たらなくても構いません。この動きの中にたまたまボールがあるぐらいの感覚で、たまたま当たったらラッキーぐらいの感覚でやってみましょう。ただボールに当てるのではなく手についた水を払い落とすようにしてください。はい、このようにして少し打点のインパクトで腕を止めラケットヘッドが出ていく感じ、この感覚を養ってみてください。ありがとうございました。